はい、ムサウルハイリ。出荷ランリングシャハダチックマラタンアリオンマ。いろいろなね、国の方々が見ていただいているので、様々な言語ね、挨拶だけでも、していきたいと思って、ちょっと、アラビア語で挨拶させていただきました。下手ですが、すいません。またね、翻訳が間違えてたり、訂正があれば、優しい方教えてください。皆さんとね、このチャンネルをいいものにね、作っていきたいと思っていますので、ミンファドック、お願いします。で、現在ね、通変性というあなたの人物像がね、どのようなものなのかわかる星を、学んでいますので、出し方がわからない方は、過去動画を参照していただけたらと思います。まあね、簡単に言うとね、その人が持つ基本的な内面の性質になります。では始めていきましょう。今日は通変性の触診と召喚の星、触掌性の触診とはどんな特徴なのかを説明していきたいと思います。まずね、触診とは子供の星と言われております。誰からも可愛がられ、愛くるしいんですが、少々鈍感な部分があります。基本的にね、子供の星なので、子供っぽいんですよね。触診を持つ人は可愛らしく、愛らしい印象を与える人が多いです。触診性は、食の神。字の通りね、食縁を司る星と言います。通変性の中で、ただ一つ、神という字がついてますよね。衣食住に不自由しない吉星とされ、労せず食を得られる星と言われております。遊びの意味もあり、寿命を司る星でもあるんですよね。女性から見て触診性は子供の星と言います。女性の場合ね、たくさんの子供を産んで包み込むように育てることもできると言われております。触診のキーワードは、まずは女性の場合は子供。で、福徳、同僚、部下、職縁、円満、芸術、自由、奉仕、楽天、長寿と言われております。財を生ずる星なので、一生食べることには困りません。優しさと包容力と愛嬌を表す星で、平和主義者と言われております。またね、余裕も意味するんですよね。触診の長所ですね。じゃあ、可愛がられる、趣味が多い、おおらか、協調性がある、楽しい、無邪気。楽しい、無邪気。触診はね、常に自分が楽しいことを見つけることができて、好きなものにのめり込み、集中力を発揮できるんですよね。まあ楽天的でおおらかな性格でもあり、美しいもの、豊かなものを好むんですよね。まあ強さに欠ける面が消極的になりがちな性格に現れるんですけども、まあその分ね、おっとりしていて、円滑な人柄のため、誰からも好かれるんですよね。で、好きなことにも打ち込んで発達する、恵まれた運勢を持ってるんですよね。で、触診の人は基本的にね、マイペースで、おおらかでこだわりが少ない、思ったことをすぐ口にする子供のような部分もあるんですよね。触診の方は基本的にね、内心を思っていることの一理をね、口にどんどん出していくので、生真面目な人よりフットワークの軽い人の方が、親しみが湧くっていう感じがあるんですよね。そういった意味でね、社交的な性格の人が多くてね、すぐに打ち明けれたり、気の抜けるね、仲間ができるタイプで、恋愛にも積極的なんですよ。そしてね、遊ぶこと、食べること、楽しいことが大好きでね、今から楽しいことをするぞとかね、行動がね、触診の人は、わかりやすくてね、楽しいんですよね。それで、名式の関係にもよるんですけども、触診の方は実際に性格が丸い分、顔の輪郭でしたりもね、丸っこい方が多い傾向があるんですよね。で、触診は通変性の中で一番の吉星と言われておりまして、ムードメーカーが多くてね、感覚で行動することが特徴なんですよね。それでいてね、衣食住に困らないで、子宝にも恵まれて、子供っぽい性格で、子供好きでね、私生活にはね、ほとんど困ることは少ないと言われておるんですよね。何か成し遂げようとすれば、意志が強い方じゃないので、これぐらいでいいや、みたいなね、ちょっと中途半端でなる傾向があって、またね、浪費癖がそれに輪をかけると、強星が強くなる傾向があるんですよ。まあ実際ね、どの星にも基地強っていうのはあるんで、それもね、今後説明させていただきたいと思います。要するにね、のんびりしていて、人との衝突を嫌う傾向にある触診は平和主義なんですよね。かまってちゃん気質なところがあるので、話を聞いてくれる人がいいんですよね。で、次短所ですね。まあ当然ですけども、長所もあれば短所もあります。で、こちら、怠け癖、肥満体質、肥満、食べ過ぎ、色気方、のんきで注意力散漫、のんき、注意力散漫ですね。実際にね、触診の方の性格は、のんびりゆったりしていて、緊迫感に欠けているんですよね。で、新しい物事を切り開くというね、開拓精神も
欠けてるんですよ。で、決断力に欠け、責任ある行動に出れず、優柔不断で思い切りが悪くてね、言動や行動がね、はっきりしない、曖昧さがあるんですよ。決断力不足のためにね、その分、環境に流されやすい一面もあるんですよね。んで、何でもね、物事を曖昧にしてしまうんですよね。あの人は何を考えているかわからないっていうね、周りからね、そういう風に周囲から見られるんですよ。またね、子供の背だけあって、大人になってもね、お子ちゃまが抜けない面もあります。例えばね、学校とか仕事とかでね、資料作成や課題などがあれば、ギリギリまでやらないとかね、期限に間に合わせれなかったとか、あるのでね、注意力をつけてね、メリハリをつけていきましょう。またね、心に常にゆとりがあってね、食に困らないことから、少々太りやすいというのがね、食心の特徴の一つなんですよね。また、食心は色気星とも言われておりまして、既婚者は男女過ちでね、家庭を壊さないように気をつけなければいけないんですよね。特にね、明式に食心が大河するとね、食心の良さが失われてしまうんですよ。その場合もしっかりと対策が必要になってきます。で、実際にはね、自分では体型にそこまでこだわりがないんですけども、見た目ではなくね、健康に十分に気をつけておきたいところなんですよね。要するにね、読んで字のごとく食の神なので、食べ過ぎには気をつけましょうってことですね。食べ物にこだわったり、食欲が出てきたりね、暴飲暴食の方向へ動きやすかったりするので気をつけましょう。何度も言いますけども、長所も短所も紙一重なので、そう、これらのね、長所は短所にもなり、短所は長所にもなるんでね、その人の性質なので、実際にね、多少のストレスがないとね、強くなれないんだよね、人間っていうのはね。人の性質にはいい悪いはないので、それは理解してください。次ね、食心の適職、仕事は何かを説明していきます。苦労知らずを見られがちな食心ですけども、仕事の面ではね、どのような特徴が見られるかね、説明していきます。食心はね、何度も言いますけども、衣食住に恵まれている通年生です。で、金銭面にも余裕がありますよね。そのため、私利私欲に走るところが抑えられ、愛嬌のある性格となってね、人に好かれるんですよね。それで、どちらかといえば、独立して金儲けということからは正反対なんですよね。むしろね、組織に属して、堅実にね、仕事をこなす方が向いてるんですよね。実際にね、人当たりがいいので、デスクワークに限らずね、人と積極的にコミュニケーションを取ることができる立場であればね、例えばね、芸能人、スポーツ選手、で飲食関係のサービス業の仕事、または美的センスを活かしてアパレル系や美容の仕事、で、子供の好きな性格を活かしてね、保育士なども多い傾向があります。で、触診の芸能人ですけども、調べる時間がなかったんで、一人だけですけど、福原愛ちゃんがね、触診の星を持ってました。愛ちゃんね、なんとなく優しくおっとりした性格の反面ね、卓球の能力は凄まじいですよね。そしてね、趣味を仕事にして成功するタイプ。技術者や趣味の分野の専門家なのにね、適性があるんですよ。実際ね、遊び好きだからといって、チャランポランな遊び人というわけではないんですよね。自分の楽しいと思う職種だと、楽しんで進めるので、現状を見てね、仕事を処理する能力が抜群なんですよ。組織の中ではね、誰とでも仲良くやっていける協調性でしたり、コミュニケーション能力があるので、企業の一員としてね、働くのに向いてるんですよ。その反面、のんびりとした性格から、大きなノルマを課せられるような仕事には向いていなかったりするんですよ。なので、独立起業するよりも、組織に属した方が職種の傾きなんですよ。ただね、自由を好むためね、マイペースでできる職種がおすすめなんですよね。責任を負う立場は苦手なので、サブポジションの方が安心して働ける傾向があります。独身らしくね、自分の好きを追求できるような仕事なら、成長や成果を果たしやすいでしょう。まあ、職種の方はね、お金にはね、そこまで欲はないので、仕事も独立じゃなくても、会社勤めのサラリーマンでも楽しければ、自分は満足なんですよね。優先順位はお金より楽しさなので、物事を楽しく捉えることができれば成功できます。はい。ではね、そんな職種さんがいい方向に行くポイントを説明します。まあ、先ほども言いましたけど、職種さんってとってもね、のんびり屋さんなので、宿題とかもね、ギリギリまでやらないんですよね。楽しめることじゃないといつまで経ってもやらない。だからこそ楽しむことを意識してほしいんですよ。で、売り上げを上げることも大事だけど、それをやっていて楽しいのかと、自分に問いただすこと。それがね、一番大事なことですから。楽しくないことはね、誰でもね、一生懸命やってもね、一生懸命になれないですから。でそんな職種さんは、興味のないことには手を出したがりませんけども、好きなことにはね、夢中になるんですよね。直心を持っている人は特にそこに自分に気をかけてあげてください。何か楽しめるあなたが好きなことを見つけて自分自身にやらせてあげてください。ではね、今日はここまで。で、次回は直心の恋愛を説明していきます。では今日も見ていてありがとうございました。またお会いしましょう。シュッカランラカアヒチッパヒカ。バイバイ。